年王の選者が誰なのか見抜くこと自体が試練の一環だったというわけです。簡単すぎたでしょうけどね、王となる者には。おお、まあな。兄さん、この牧場に族長の頭部になる者がいると聞いてきた。誰が頭部か当ててごらんよ。これは試練なんだからさ。お前が頭部だな。問いかけるまでもなく当ててみせるとは。いやいや、お見事です。お二人を試すような真似失礼しました。早速始めましょう、試練の説明を。年王からは伺っております。どんな試練を出すも私の自由と。いろいろ考えましたが、これにしますよ。捕まえてきてください、アルパカを。私は少しばかり苦手だけどさ、アルパカって人懐っこい動物なんだろ？だったら難しい試練じゃなさそうだな。それでは連れてきてください、あの子。このアルパカは特別な個体でしてね、少し近づいてみてくれますか、ウクラマタ王女。私がか？まあ何もしなきゃ何もしてこねえよな。エレンビルもそう言ってたし。気持ちはアルパカは臆病なのに好奇心旺盛という相反する性質を持っています。そして怖がっている時に無理に近づこうとすると唾を吐きかけてくるのです。威嚇のために。とっても臭いですよ、アルパカの唾は。混じっていますからね、未消化の食べ物が。唾は外敵を追い払うための彼らの武器なのです。特にその子みたいな谷に生息する野生種は臆病で攻撃的なんだ。その分強いけどね、足腰も。頑強な体の野生種と温厚な心の家畜種、その2つを掛け合わせることで生み出してるんです。行商人が求める重い荷を運べて扱いやすいアルパカを。なるほど、よくわかったぜ。今の説明で別に唾を浴びせる必要はなかった気がするが。野生のアルパカの捕獲、それが試練か。お察しの通りです。しかしアルパカの捕獲は見た目ほど簡単ではありません。万全の準備をするといいでしょう、お仲間と共にね。そうそう、一つ言っておきますが、
野生種が生息する谷に立ち入っていいのは継承候補者だけ。アルパカが見てくれるわけですよ。時代の王として奇跡を得るのにふさわしいかをね。ツバハキアルパカを捕まえる？王を選ぶ試練がそんなのでいいのか？連王から好きに決めていいと言われてるのでね。それに継承の儀を最後まで進めばわかるかもしれないですよ、この試練の隠された目的が。行くぞ、すぐに終わらせる。ちょっと言ったでしょ、野生のアルパカは簡単に捕まれないと。するべきです、しかるべき準備を。所詮は獣、力でねじ伏せるのみだ。これまでなんとなく苦手だったアルパカだけどさ、今日ではっきりと嫌いになったぞ。へっ、アルパカがなんだ。唾さえかけられなければあんな動物。ウクラマトの壮絶な悲鳴が聞こえてきたが、この私が悲鳴なんかあげるかよ。ただちょっと驚いて声が出ただけだ。それを悲鳴って言うんだろう。連王の戦者は見つかったの？ああ、実はな、